おはよばー。追いかけ寄生植物のレバーマシュラです。先日こんなマシュマロをいただきました。おはよばー、いつも楽しく動画を拝見しております。馬さんの絵は密度があって素敵だなと思うのですが、自分は線画塗りが苦手で、特に重厚感や密度を出すのが難しいです。背景を除いたキャラクターに密度を持たせるために気をつけていることがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。マシュマロありがとうございます。密度かー、難しいよね。ということで今回は絵の密度について解説を試みていこうと思います。描いていくのは VTuber の黒池もみみ氏の歌みたイラストになります。黒池もみみさん、どんな VTuber か知ってる人もね多いと思うんですが、ちょっと一緒に見ていきましょうか。名前は黒池もみみ、こう見えて猫系 VTuber。毎日昼と夜の2回 YouTube でライブ配信中。内容は主にウマ娘ちゃんみーガチでやってます。たまにウマ娘のコスプレで実写配信もしているよ。それから馬や自転車のレースを見たり、玉を増やしたり、リールの柄を揃えたり、大人の遊びが大好き。雑談は初見さんもたくさん来てくれる。なんかね、ギャンブルで負けた分を他のギャンブルで取り返そうとしてた。いや、ノリが良くてね、リアクション面白いんですよね。モデル、見た目も可愛いんですけど、動きが超可愛いんですよね。もう見ればわかる。見て。新衣装配信とかめっちゃおすすめです。で、声もね、良くて、歌もめっちゃうまいんですけど、実は歌見たの数そんなに多くなくて、今回もしかしたら満を持してみたいなこともあるかもしれないので、ちょっと身が引き締まりますね。それでは、やっていきましょう。で、密度ということですが、まず必ずしも密度があるから良いとも限らないんですよね。なので味付けの一つかな、これも。ラーメンもさ、二郎系でがっつりこってりいきたいっていう時もあれば、煮干し系でさっぱりいきたいなみたいな時もあるじゃないですか。なのでテーマによっては、すっきり見せた方がいいっていう場合も、多々あると思います。ただ、密度が高い表現がやりたいなって時に、選択肢として持っておくってことは悪いことじゃないと思うので、そういう視点で解説していこうと思います。あくまで手札の一つとして持っておくみたいな、そんなイメージですね。で、今回の歌ってみたのイラストは動画の中で一枚絵を一部拡大したりとかトリムしたりとかいろんな角度で使われることが想定されるので、一枚絵としての見栄えはもちろんですが、部分で見どころを作ってあげるようにしていきたいですね。そういう意味でも全体の密度を上げておくというのは有効な手段かなと思います。ちなみに楽曲はウマ娘のミス・ビクトリア。いい曲だよね。エーパーも大好きです。今回はポーズの指定があったので、そんなに構図のバリエーションは書かずに進めていきます。指先を前に出してるポーズですね。で、密度と言われて、まずパッと思いつくのは、ディティールとか装飾の細かさみたいなところですかね。それもとても有効な方法だと思います。黒池もみみさんしかり、VTuber って顔周りの装飾とか情報量がやっぱ多いですよね。ライバーとして長時間、例えば貫突するまでガチャを引いたりしても、ずっと見てられるじゃないですか。目が喜んでるみたいな。そういう装飾のディティールを省略せずに描いていくっていうのが密度を上げる上では手っ取り早い方法かもしれません。服の柄とかもそうだよね。もみみさんもね、留め具が猫になってたりとか、レースが肉球になっていたりしてね、もうすごい可愛いのよ。そういうところをきちんと追うっていうのはまず一つと。で、今回はね、もう1、2歩踏み込んでいきたいので、少し密度というものに考えを巡らせてみましょう。密度と一口に言っても、画面の密度と意味の密度みたいなものがあると思うんですよね。なんとなくわちゃっと混み合ってる感じっていうイメージがあると思うんですけど、これを手段に分解していくと、明度差が細かい方が密度が高いと感じる。これはいいよね。で、その明度差がはっきりしていた方が密度が高く感じる。これも大丈夫かな。表現としては不均一さも大事かなとエヴァは思ってます。この2つの画像は黒と白の面積比はだいたい同じなんですが、黒のピクセル数ですね。右はなんとなくグレーっぽく見えませんか？ここら辺を絵に盛り込んでいけば密度は上がっていくはずなんですよね。言葉にすると不均一さを伴った高コントラストな連続した変化。もう一回言うよ。不均一さを伴った高コントラストな連続した変化。これがあると密度があるように感じると。
で今わかりやすいところで言うと、こう背景のサイリウムとかかな。こうわーってやると、これで一気に間が持った気がするんですけど、どうですかね。これをキャラクターにも施していくと。で続いて意味の密度なんですが、意味の密度というのは、コントラストのピッチとかじゃなくて、どちらかというと想像力を刺激するような表現ですね。例えば、奥行きの多層感みたいなものとか、近景、中景、円形とかよく言うと思うんですが、それをもうちょっと細かく分けてみる感じ。でこの絵で言うと指先が超近景、で体が近景、その後ろに紙があって、画面が右側の方にあって、スタンドがあるみたいに少し細かくしてあげると、前後間の情報としての密度が上がっていくと。左右上下はキャンパスの大きさで結構入れれるものの量が決まっちゃうんですけど、奥行きは無限大ですから。続いて質問者さんが気になっているキャラクターの塗りに入っていきましょう。光と影とを塗り込んでいってもなかなか仕上がりが良くなっていかない、密度が上がっていかないってこともね、よく聞くんですよね。で、エヴァが意識しているポイントとしては、ズバリ CMF です。また変な造語って思ったかもしれませんが、これはエヴァが考えた言葉じゃないです。デザイン用語なんですけど、イラスト界隈であんまり聞き慣れない言葉かもしれないですが、絵もね、視覚表現なので、密度を考える上で説明しやすいので、ちょっと使っていこうと思います。C はカラー、つまり色ですね。M はマテリアル、これは素材ですね。F はフィニッシュ、表面仕上げとか加工方法とか、そんなイメージです。なので C は、リンゴで言うと青リンゴか赤リンゴかみたいな。で M は、そのリンゴが木でできてるのか、金属なのか、それともガラスなのかみたいな。F はフィニッシュなので、ザラザラなのか、ツルツルなのか、もしくはふわふわなのかみたいな。そんなようなものです。何色のものがどんな素材でどんな手触りなのか、これを見てわかるように書き分けるということを意識すると、意味の密度が上がっていくと思います。写実的であれということではないですよ。例えばこのメタリックリンゴあるじゃないですか。これでも金属に見えるじゃないですか。質感もデフォルメ具合があると思っていて、その質感のデフォルメを書き分けられると、塗りの密度っていうすごいコントロールしやすくなるんですよね。闇雲にタッチを増やすんじゃなくて、適切なデフォルメが効いた質感を加えてあげることを意識すると、手数によらない密度のコントロールができるようになると思います。それは何色で、何でできてて、どんな手触りなのか、それとなく教えてあげる感じ。めっちゃ難しいこと言ってる気がするけど、気持ちの問題よ。大丈夫。エヴァもできてないですから。目指したいってことです。こんな感じで質感も強弱をつけていくとメリハリが出るんですよ。でこの絵で言うと、例えば顔の周りの髪のディティールは結構パッキリ描き分けてるけど、後ろ髪はシルエットレベルの家に留めてたり、自然誘導とかにも使えたりするので、結構使いどころがあるかなと思います。で、こういう省略のテクニックがある一方で、質感を上げれば上げるほどいいっていうものもあると思うんですよね。それはもう質感にこそ魅力があるもの。リアルよりもリアルな質感を追求する質感四天王がエヴァの中にはあるんですよ。ズバリ、肌、すく水、バニーガールのエナメル光沢、タイツのデニールです。違う。エヴァの性癖じゃない。エヴァの性癖じゃない。あくまで一般論を客観的に述べてるに過ぎません。危ない。こうして解説していくと、一口に密度といっても線の数だったり色の数だったり、彩度、コントラスト、質感、いろんな軸があることがわかりますよね。で、どこをどれくらい書くかっていうのを決める上で CMF を考えるというのは道しるべの一つになるんじゃないかなと思います。テクスチャとかエフェクトも有効な方法ですよね。これらは後から調整が効きやすいので、もうトッピングみたいなものかな。辛めにするもよし、油マシマシにするもよし。よかったらこちらの仕上げを解説した動画もチェックしてみてください。クリスタンセットにいい素材がね、たくさんあるので、それを活用するっていうのも手軽でおすすめですが、使うときはね、テイストを合わせてあげるように意識しています。トーン&マナー、いわゆるトンマナと言われたりもしますね。例えばキラキラエフェクトを一つとっても、ポップな絵柄なのにエフェクトだけやけに写実的だっ
ったり、ゆるい手書き感のある描線なのに、背景だけすごい緻密な 3D みたいな。表現として浮いてしまわないように気をつけています。そうこうしているうちにイラストが仕上がってきました。トンマナに気をつけつつエフェクトを調整したら、完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。密度を意識しながら VTuber の黒雪もみみさんの歌めたイラストを描いていきました。色のぶつかり合いやコントラストを意識しながら画面の密度を高め、右手、体、髪、背景など手前と奥の多層感とレースの透け感や金属光沢など質感で意味の密度を高めていきました。見応えのある書き込みによってウイニングライブのごとくかっこ可愛く歌い上げるもみみさんを表現できたのではないかと思います。へそがエロい。まだ規制されてないのが奇跡に思えてきた。近い将来規制される可能性あるな。わちゃっとした絵は粗密の、この場合胸とかおへそに視点が行きやすいので、そのあたりもね効果的に表現できたと思ってます。でね、歌見た動画がめちゃくちゃいいんですよ。イラストをお渡しするとき、へそが推しポイントですとは一言も言ってないんですが、めっちゃカットインで使ってもらえてて、もんみさんとか動画制作者さんとも性癖で繋がれた気がします。ぜひ黒雪もんみさんのチャンネルもチェックしてみてください。おへそに指をスッと入れたいと思った人はチャンネル登録、高評価をお願いします。エヴァに解説してほしいことがあったらマシュマロで教えてください。それではまた次の動画で。バイバイ。もみみさん、3女神ガチャ動画のリアクションが最高です。